今、目に見えない信号があなたの周りの空間を飛び交っています。可視光のスペクトルを超える家のように大きな幅の電波がコンピューター、GPS システム、携帯電話などの間で情報を運びます。実際、携帯が発する信号は非常に強力です。もしあなたの目に電波が見えたなら、携帯は木星からでも見えるでしょう。あなたの特別な目はその電波を見ることができるでしょう。ただ、ルーターや衛星、そしてもちろん携帯を機内モードにしない旅客からの妨害電波が空にあふれていなければの話ですが、この設定はフライトを保護するためではなく、飛行経路上の他の全員を保護するためのものです。携帯は電磁波の形で情報を発信することでネットワークに接続しますが、特に電波を用います。これは一定の電磁波スペクトラムの帯域を占めます。これらの電波には様々な波長がありますが、特別な目が様々な波長を異なる色として認識できると想像してみてください。電話をかけると携帯は電波信号を生成して、それを最寄りの基地局に送信します。サービス網から遠い場合、携帯は接続を確立するためにさらにバッテリー電力を使い、より高い振幅の信号を送信します。一旦接続されると、この信号は基地局から基地局へ中継されて通話の受信者に到達します。発信される信号はあなたの通話だけではないので、通話を管理する基地局は各携帯に独自の波長を割り当てます。この特定の色により他の人が通話に出るのを確実に防ぎます。あなたの携帯が受け取る波長とはわずかに異なりますが、それは受信信号を妨害しないようにするためなのです。しかし、選べる色は限られています。また Wi-Fi の出現以来、これらの波長を所有する需要が劇的に増加しました。すべての信号が空間に存在し、割り当てられる色の数が限られているため、干渉の回避はますます困難になっています。基地局に信号が殺到するとき、例えば皆が電話を使おうとする地域の緊急時などは特に困難です。しかし、携帯が上空数千メートルで信号を探すことなどで他の干渉源は防止しやすくなります。飛行機内の携帯は基地局から遠いため、サービス網を求めてできるだけ大きな信号を送信するために異常に出力を上げます。しかし、飛行機はとても速く飛ぶので、携帯が予想よりもはるかに基地局に近づいている場合もあり、地上の信号を圧倒するほどの過大な信号が基地局に発射されます。したがって、機内モードを使用せずに飛行する場合、軍事用無線妨害装置のように近隣の信号を妨害する絶大な電波を送信します。地上でもほぼ全ての電子機器が規制外の電波を発しており、インターネットの速度が低下し、通話が途切れやすくなります。このため消費者は広い帯域幅にさらに料金を支払うことになり、サービスプロバイダーが多くの無線スペクトルを奪って、その結果、より多くの衛星を空に送り込み、星の光さえ遮りかねない悪循環を生み出します。しかし、衛星がなくてもこのシステムは私たちと宇宙の関係を脅かしています。天文学に使用される電波望遠鏡は宇宙の奥深くまで見るために特定の波長帯域に依存しています。ただし、この範囲は保護されているはずですが、干渉しても処罰されません。例えば、超大型電波干渉計は1から 50GHz の太陽系全体の信号を観測できます。しかし、50GHz 未満の信号を探そうとすると、5G ネットワーク上の大量の携帯電話に検索を遮られるかもしれません。今日、地球上で本当に電波が静かな場所はありません。世界中で信号を中継する衛星により、地球は電波で覆われています。しかし、空の混雑していない場所も少しあり、電波望遠鏡で宇宙の奥深くまで見ることができます。そこでは天の川の中心にあるブラックホールを観察して、最大960億光年離れた銀河の秘密を明らかにします。それもファーストクラスから信号を送る携帯に目がくらまされない限りはですが。知ってると思っていたことへの新しい見方を発見したり、知らなかったことに出会ったり、ぜひこの動画で学びを続けましょう。チャンネル登録して好奇心のその先へ。